プドン国際空港に到着。国際線の出発エリアから入っていこう。中国を出国前にヨーロッパの eSIM をアクティベート。無事に出国完了。俺が乗る便は LH729 のゲート77番。エアチャイナ運営のファーストビジネスクラスラウンジに入っていこう。ラウンジに到着。中は割と空いています。アルコールやソフトドリンクが大量に入っている。2階がおそらく食事コーナー。中は広々として快適な座り心地のソファーがたくさん。一旦飯取ってきました。まあちっちゃい肉まんと、あとちょっと名前わかんなかったんだけど、中華っぽい食べ物、いろんなものつまみます。ここにあったラム肉が油少なくて歯ごたえあってジューシーでうめえ。続いて枝豆のラーメン行ってみよう。枝豆と一緒に乗ってるこの野菜は日本の若干漬物っぽい味がする。味めっちゃ薄いからカウンターにあった酢とか醤油混ぜた方がいいかもしれない。酢を混ぜてリベンジと言ってみよう。ちょっと何とも言えない味になってしまった。ラーメンっていうよりも日本のそばに味が近いかもしれない。そして締めにごまのパンとアメリカーノいただきます。ちょっと固めだけど塩気が意外と効いててコーヒーが進んじゃいそう。もしかしたら羽田のラウンジよりもコーヒー濃いかもしれん。めっちゃ効くわ。パンとコーヒーごちそうさまでした。コーヒー飲んだら冷たい飲み物が飲みたくなったので多分炭酸水かな。いただきます。思った通り炭酸水だった。でもそんなに炭酸の強度は強くなさそうだね。ごちそうさまでした。意外と食ってたかもしんない。でもまだ腹5分ぐらいだからまあ多分機内食も美味しく食べれるでしょう。1階にはバーカウンターもありました。登場するまでソファーでちょっとくつろぎます。ラウンジを出てゲートに向かいます。ブルーボトルコーヒー、中国で初めて発見。本日乗るルフトハンザの機材が見えました。ちょうど搭乗が始まるそうなので並んでいきます。本日もグループ2で登場。周りはおそらくドイツ人の方ばかりで日本人は僕だけって感じ。では登場していきます。席までの通路はこんな感じ。今日のシート付近に到着。席に座りました。席からの眺めはこんな感じ。もともと予定してた俺の席が家族4人が一緒になんか座りたいらしくて交代っていうことで譲りました。離陸前に
アメニティの紹介。スリッパ、枕、マットレス、掛け布団、そしてエビアンの水、そして歯磨きセット。足元も広々として快適。サイドシートはこんな感じ。機内食のテーブルとリモコン。なんと右サイドにはこんな感じでヘッドホンが入っていました。電源のコンセントも2つ。 CA さんがウェルカムシャンパン運んできてくれました。ルフトハンザのマークとともにシャンパンの輪がマッチングしてます。シャンパンのおつまみも運ばれてきました。シャンパンいただきます。乾杯。すっきりして飲みやすいシャンパンです。おつまみはナッツ類でした。これはくるみが若干のアレルギーなのでカシューナッツとアーモンドをいただきます。30分ぐらい遅れてようやく離陸。バイバイ上海。メニューが来ました。前菜からサラダ、メイン、デザート、そして食後にいつでも食べれるのが書いてある。そしてシャンパンと白ワイン、そして赤ワイン、そしてその他の酒が書いてある。今回の機内食はアンガスビーフのローストとサラダ、そしてシーバスのクリームソースがけにしてみようと思います。そしてアンガスビーフの赤ワインはこの2015フランスの1000年の歴史があるというワインにしてみます。シーバスと一緒に飲む白ワインはこの2023年のフランスの白ワイン。チーズとかぼちゃかさつまいものつまみとシャンパンいただきます。シャンパン2杯目いただきます。実はこのグラス、そこにあえて傷をつけることで中心から泡ができるような仕組みになっているそうです。はい、ということで前菜のアンガスビーフとサラダ、そしてパンで赤ワイン、2015年のフランス産のワインいただいてみます。アンガスビーフ、赤身成分たっぷりで塩気も効いてて酒が進む。ずっしりと重めで牛肉にめちゃくちゃ合うフレーバー。人参は甘めしっかりで肉とすごく合う。そんでこのもち麦も変な、なんだろう、日本で食べた時のもち麦のちょっと嫌な感じとかがなくてすごくうまい。すごいふわふわ。なんか見た目結構カリッとしたやつなのかなと思ったら表面も普通に柔らかい。ちょっといただきます。中も外もふわふわです
すごい麦の香りとか味もすんごい濃厚。ではもう一つのパンもいただきます。おお、こっち結構硬い。でお中はやっぱりふわふわ。日本いる時に時々食べる全粒粉パンの味なんだけど、日本の全粒粉のパンよりもすっげえ濃厚。やばい、今回ヨーロッパ行くの人生初めてなんだけど、やっぱ本場のパンってどこもマジでうまいかもしんない。ちょっと楽しみすぎるわ。アンガスビーフと赤ワインごちそうさまでした。なんか調子 A さん来てパン配ったんで、パンうますぎたから2つもおかわりしちゃいました。ちょっと揺れ始めた。なんか結構揺れ始めたのでシートベルトつけました。ちょっとワイン満杯にあったらやばかったかもしれない。今ドイツのビールを飲もうと思って説明書き読んでたら面白いこと書いてあって、ドイツのビールって1516年から作られてるって。最初のビールがもうだいたい500年ぐらい前で、そんで5000種類以上のビールが今はもうドイツだけでやるらしくて、やっぱ本場のビールは歴史も種類もさすごいよね。機内のエンターテインメントは10カ国語あり、日本語がなんとありました。押してみるとこんな感じで普通に片言ではない日本語が書いてあります。メニューをとこんな感じでゲームや映画、テレビ、音楽など充実してますね。そしてこのフライトマップ開いてみますか。残り7時間半ぐらい。現在はおそらく北京上空あたりを、そしてメインディッシュのシーバスとクロックムッシュ、そしてマッシュルームとホワイトソースからの魚ときたら白ワインでしょう。いただきます。フルーティーな甘みが強いんだけど、その後すぐにコクが襲ってきて、その2つのバランスがちょうどいい組み合わせ。シーバスとかスズキって日本では割と食べないし結構生臭いイメージがあるんだけど、このシーバスはなんだろう、タイとかそういった味がしてすっごいワインと合う。次はちょっとこのホワイトソースと一緒に炒めてみよう。ホワイトソースだから日本のクリームシチューみたいな結構甘めなソースをイメージしてたんだけど、実際はこの衝突入ってるハーブがすっごいアクセント強くて、甘みちょっとでハーブ強めでね、このフルーティーなワインとめちゃくちゃ合うんだなこれが。ではこのクロックムッシュもいただいてみよう。お、すごい崩れちゃう。もうじゃがいもそのものの味がすっごい出てて、多分あれだろうね、じゃがいも自体の質がめちゃくちゃいいんだろうね。すっげえうまいわ。からのマッシュルームをいただいてみよう。
ム酒のじゃがいもと同じで、多分このマッシュルーム自体の質がめっちゃいいんだと思う。しかもね、柔らかいからなんかすげえ肉に近い食感も楽しめちゃう。ごちそうさまでした。この後はデザートでティラミスが来るそうです。そしてデザートにティラミスが登場。この薄いチョコレートのところがすごい苦くて、もはやここの全部の甘みを打ち消しちゃうんかってぐらい苦くてコクやばい。硬い。普段日本でチョコレートとかショコラを食べる機会あんまりないんだけど、多分相当いいチョコなんじゃないかな。すっごいね、まだね口の中にね後味がすっごい残っててうまい。最後の一口いただきます。ということでティラミス作ってブラックコーヒーいただきます。なんとコーヒーのお供に CA さんがチョコレートを持ってきてくれました。ホワイトチョコとミルク系かなのチョコレート。まず僕は結構ホワイト好きだからこっちから先にいただきます。やべえ、こんな濃厚だったら一口でいかなきゃよかったわ。もったいな。反省してこれは半分ずつでいただきます。中のキャラメルがこっちのチョコレートもすげえ濃厚で、いや半分でも結構消化しきれないというかもったいないぐらい。3分の1ぐらい食ったらちょうどいいかもしれない。今度は4分の1でいただきます。コーヒーとチョコレートごちそうさまでした。この後はトイレに行ってちょっと昼寝します。一旦寝ます。おやすみなさい。おはようございます。2時間ぐらい寝てました。 CA さんにビターレモンジュース炭酸もらって寝起きにいただきます。そろそろ来そうです。小さいハムのハンバーガーとコカ・コーラいただきました。レタスとチーズ、そして生ハムの塩加減がちょうどよくてうまい。ビールのメニューもあるということで、ドイツのラフェルコルシュいただきます。さっきドイツ人の CA さんに発音俺のわからなすぎて聞き返されておもろかったわ。苦味が割とあるんだけど後味すっごいさっぱりしてて飲み飽きない味っていう感じ。こういう時には
日本で飲みにくいビール飲んじゃうよね。アンガスビーフともう一個金と前菜のエビの茹でたものかな、もうちょっと食べたくて CA さんに聞いてみたら出してくれるっていうことでオーダーしちゃいました。そしてこれがドイツの白ワイン。あんまりドイツってビールのイメージが強いからワインっていうイメージあんまないんだけど、ちょっと今回あえて飲んでみようと思います。すっごい味付けが何かされてるっていう感じじゃないんだけど、塩気がすっごい効いててワインが進む味だね。このドイツのワイン若干っていうか結構ビールみたいな苦みが強くて、白ワインだけどすっげえずっしりしてる。いや、このレッドチリソースっぽいタレかけていただきます。このソース、中華のエビチリのソースプラス辛みがついてきたような味で、あとニンニクも効いてんのかな、すっごい合うわ。なんかエビの下に玉ねぎが敷いてあったんだけど、これすっげえ甘くてエビと交互に食べるとめっちゃ止まんない。ごちそうさまでした。うまかった。エルリンガーウェイビア、ちょっと読み方わかんないんだけど、世界で最も人気のビールと書いてあるビールを注文しました。甘み、酸味、苦みのバランスがちょうどよくて、まあ世界で一番人気っていう理由もちょっとうなずけたわ。さっき飲んだガッフェルコルシュはちょっとマニアックな味で、こっちは大衆受けしそうな味って感じ。着陸直前のご飯来ました。これちょっと開けてみないと分かんないけど、これはチキンライス、さっき一番うまかったパン、そしてベックスラガーのビール。やっぱりシンプルな味付けで和食っぽい感じでうまい。椎茸とタケノコも普通にそれそのものの味がうまいわ。直前に麦の香りがドカーンときて苦め強めでうまい。何回食っても食べ飽きないわ。なんて名前のパンなんだろうね。普通に日本でも食いたい。飯食い終わったのでデザートいっちゃおう。何の疑いもなくアップルパイでした。うまかった。ごちそうさまでした。あと1時間ぐらいで着陸。
あと20分ぐらいで着陸。外は小麦畑がめちゃくちゃある。あと小さくて見えづらいと思うんだけど、風力発電が割とあって、それはちょっと意外だったわ。無事に着陸。これでルフトハンザビジネスクラス上海からフランクフルト編はここにて終了。